今日の冒険の提供は人気キャラクター大賞でお送りします。大賞を手にするのは誰か、どうぞお楽しみに。あ、くそ。それをこっちに投げ返してくれる？パーツギミックの扱いがうまいね。あ、うるさいね。そこで何してるの？ケインから隠れてるのよ。彼がバブルと社内冒険のことを話してるのが聞こえて参加したくないのよ。で、一日中鉢植えで過ごすつもりなの？自分の部屋にいないで。最近ケインが私の部屋をチェックしてて、返事しなかったらデイジーベルを歌い始めるのよ。ドアの前でね。気味が悪くて。本当にそんなことを？わからないなら本人に聞こう。おいケイン！何すんのさ。おーいジャックス、あそこにズーブルが。ちょっと。そこにいたのか。これで指パッチンで召喚しなくて済んだ。見つかってよかった。今日の冒険には偶数人が必要なんだ。チームの冒険だからね。ステージに集合だ。5.7 分後に。はいはい。結局歌のことは聞かなかったじゃないか。なんそれ。今日の冒険は少し短めだ。人気キャラクター大賞があるからね。でもメディアに君たちの良さをアピールするチャンスになるぞ。重たいよ。そうだねバブル。数日前にみんながバットボールをしているのを見て本当に考えさせられたよ。私たち独自のスポーツイベントをやろう。でも君たちが考案したクールな新スポーツでだ。今回は普通にソフトボールをするのもありよね。ケインリーグでは 400m 垂直競争、真っ二つブギウギエッグボール、横向きハイジンクス、オレンジスポーツ、ボールラン、ウォークボール、ランウォーク、それにボールもある。これらのスポーツはきっとねえ、悪いけど無理。あいつとは組みたくないの。ズーブル、君はなぜいつも文句ばかりなんだ？君の望みは一体何なんだ？そのために提案ボックスがあっただろう。そうよ、ズーブルと私はずっともっとリラックスした冒険が好きだって言ってる。ソフトボールの提案は気に入らなかったの？スポーツはあんまり。ごめん。提案ボックスは人間関係のトラブルになるだけだ。それが嫌なんだ。分かったよ。私の望みを言ってやろうか。いや、もっと大人っぽいことがしたいんだ。ありえない。結局そんなことを言い出すのかよ。やあズーブル。あのバカソースまだ残ってない？何の話だっけ？そうだ、チームワークがどう夢の実現に不可欠かってことだ。こいつに言いなよ。いつも台無しにするのはこいつなんだよ。今日は機嫌が悪いね。まあ英語のアスミンはクソったれのアース、君の You、 あとミンだ。ミンって？今クソったれって言った？こんにちは、ミンです。あなたたちの想定が私の評価にどんな影響があるかわかりませんよ。このために一人のキャラを作ったの？ともかく今はっきりしてるのはみんなの関係が少しピリついてるってことだ。そこで我々に実際必要なのは信頼の練習かもしれない。だとしてもジャックスを信頼することはないね。大丈夫、これは相互信頼の練習だ。お互いに信頼し合って相手を裏切らないためのね。これは密室だ。中に入れば誰からも見られないし聞かれない。そしてこれが実弾入りの銃だ。キャラクター A が銃を持って密室に入り銃の弾を全て取り出す。その後外に出てキャラクター B に銃を渡す。キャラクター B は銃を持って自分の頭を撃つ。キャラクター A が密室で弾を抜いたと信じてね。キャラクター A も信じなきゃならない。キャラクター B に銃を向けられないことをね。だから全員がルールに従ってお互いに信頼するんだ。ちょっと複雑だわ。複雑なのは君だ。じゃあジャックス、君からだ。こいつ？何するんだっけ？聞いてなかったわ。ああ、そうだね。みんなで撃ち合ってもいい。ほら銃を持って。もうどうでもいい。ああ、それだけ？ほら銃だ、楽しんでって。楽しんでは余計だ。目標がないというか。
照準で探せば。ケイン、もういい。チーム戦にしよう。チームは2人1組だ。ライフは1人3つずつ。最後に生き残ったチームの勝利。どうだ。あんまり。今はそれどころじゃない。私は授賞式を計画しないと。だからしばらく自分たちで何とかしなさい。5分でチームを決めるんだ。時間になったら戦闘開始だ。さあ寂しがり屋さん、一緒に来るんだ。私実はツーブルと組もうと思って。あ、いや違うね。僕らは今までずっと一緒に冒険してきただろ。時代は変わるんだよ、ウサギの坊や。ねえ、私のチームに入らない？ええ、私は入りたいけど、そのキンガをジャックスと組ませたくないのよね。ああ、そうね。じゃあ私はキンガと組もうかな。前も一緒にいてそんなに悪くなかったから。じゃあ私は。そうね。今の話、私はジャックスのとこに行くよ。待って。あなたの言う通り、キンガーとジャックスは別にした方がいいよね。私がジャックスを抑えとくから心配しないで。ねえポムにもし話し相手が必要なら、何か助けが必要なら私がいるからね。パートナーはいるの？まあ君かよ。君ならありのままの僕でも対処できそうかな。もっとひどい目に遭ってきたからね。ねえツーブル、今日のゲーム中これを持っておいてくれない？あんまり自信がないし、それにホミーガンを撃ってみたいの。狂ったように笑いながら。だから壊したくないんだ、そのチャンスが来るまで。大切に預かっとくよ。なんでカウントされてる？ケイン、何？ああ、そうそう、銃は転送済みだ。サーカスのランダムな場所にね、探し出すんだ。ちょっとケイン、ライブが一つない。時間がないぞ。みんなをぶっ殺すのが楽しみだな。楽しもうね。君ってほんとダサいね。おお、ルガー 5.7 だ。よし。きっと厄介なのはジャックスとズーブルだ。彼らは若いからまだ若さゆえのガッツがあるかもしれない。はあ、まだハートが戻らない。不公平だわ。ありがた。さあこれに触れて。今何をしたの？何なのそれ？そうだよ、ライフを回復できる。ケインに教えてもらったの？いや、私が作った。は？さあまず誰をぶっ殺す？パムパム。私はあんまり殺すことは考えてないかな。銃は私が見つけるから、暴力的なことはあんたが全部やればそれがいいんでしょ？これ全部現実じゃないって分かってるよね。どういう意味？サーカスがってこと？今日のゲームはまさに打ち合いだ。だからモラルを大事にする意味は何？だってみんな友達よ。みんなを傷つけたくないよ。あっそ、率直に言うよ。なぜそんなことを気にするんだ？友達を傷つけないこと？なあ、その考え方はわかる。ある日、現実世界で重要なことをしてた人物が、次の日にはただの変なアニメの道化師だ。君はそんな一面を保ちつつまだ前の世界の一員だと思っている。でも結局それが何になる？
ラガタは優しく友好的であろうとする。でも彼女は冒険ごとに心をかき乱してる。好きかどうかに関わらず今の僕たちは全員アニメキャラクターなんだ。だからそうじゃないふりをする意味は何なんだ。でもまだ私たちは人間だよね。初めはそう思ってたけど時間が経つにつれて結局は自分たちの原型像に落ち着く。大きな仕組みの一部になるんだ。じゃああんたの原型像は何？悪役？いいか、僕は重要な働きを加えてるんだ。どれだけ物事を推し進められるか見て人を困らせて第4の壁を壊すんだ。その理由はって面白いからだよ。面白いことは全部やるんだ。僕の原型像は面白さだからね。面白さ？そうだ。ラガタは陽気、ガングルは悲しみ、キンガーは狂気、ズーブルは不機嫌、そして君はまだ原型像に気づいてない。僕たちはみんな原型像になっただけだ。少なくとも僕には自分の在り方を選ぶ自己認識がある。面白さ。で、君はどうなりたい？今こそ新しい扉を開く絶好のチャンスだ。やりたい放題するか？この数週間たまりにたまった怒りと苦悩を晴らしたいか？君がそれらを嫌がるのはわかる。みんなそうだ。でも自分が望むことは何でもできるいい面もある。ほら、その10の照準の合わせ方、すげえリアルだろ？ただ解放するんだ。なんてこと。今日は悪役になろうかな。どう？へえ、いいぞ。やるわよ。他の間抜けどもは背後に気をつけな。そして目の当たりにするの。邪悪なポムニの怒りをちょっと引くわ。これで本当に撃ち合うつもり？撃つか撃たれよ。ラガタ、この辺りにスナイパーがいるぞ。キンガーをやれたはず。本当にここは安全かな？戦術的ローリングだ。こっちだ、ラガタ。キンガーとラガタの位置は分かったな。そうね。よし、やるぞ。銃の撃ち方もわからないのに役に立てるかわからない。おっと、やったかな。外れだよ。実にいいね。ラガタ、隠れて。僕はラガタを、君はキンガーね。あいよ、ブラザー。銃がいるわ。銃。勘弁して。キンガー、また蝶を使ってよ。いやあんたがポムニをどうしようとしてるかお見通しよ。そううまくはいかないわ。ポムニに近づいて堕落させるつもりでしょ。ちょっとダメ、待ってあら、まさかうまくいくなんて。キンガーは見失ったけどライフを一つにしたよ。僕は一発やられたけどキンガーだけにできたよ。まさか彼女にやられるなんて。マジで意味わかんない。ねえ、AK っぽいのがあったよ。トミーガンが見つからなかったらこれでいい？ジャックスは私がチームに入らなかったこと怒ってるかな。今あいつのことは気にしない。結局これはただのゲームよ。でもジャックスは仕返ししたがってるだろうな。きっと苦痛を味わわせて。ねえ、あいつのことを考えることなんてないよ。ここにいないのに。あんたは一人の人間。あいつのおもちゃじゃない。時々そんな風に考えられない時があるの。
これらのアバターギミックね。なぜ他に誰も持っていないんだろうね。ただ私がどうやったら自分自身の他のみんなより劣ってる一面を好きになれるの？それは存在するから。それも実際自分の一面なんだ。唯一気にかけるべき対象はリアルな自分なんだよ。あんたは自分自身を大切にしないと、たとえそれが理解できなくても自然にじゃなくて意識的にね。ねえ、今までそうしなきゃならなかったことはある？ごめん、ないよね。ツーブルだもんね。何が起こってもあんたが支えてくれるなら私も支えるよ。じゃあトモニーとジャックスをやっつけに行こう。ああ、そうそう。トウモロコシで何かあったの？トウモロコシ？なんでトウモロコシを怖がるのよ。怖くないなんて言わせないよ。トウモロコシを見て2回も飛び上がってたんだから。言い逃れできそうにないね。そうだな、小さい粒がいっぱいあるだろ。卵黄みたいに見えるっていうか、気持ち悪くて鳥肌が立つ。なるほどね。あんた集合体恐怖症なんじゃない？なんだよそれ。小さい穴がたくさんあるのは？ああ、じゃあザクロは？最悪だ。今日はあんたのことをいろいろ知れそうね。相手をぶっ殺すっていう目的を忘れんなよ。あいつらの行方を探し出すまで気は抜けないぞ。君たちの背後にいるんだけどね。あそこだ！おう、ごめん。私の必殺技の長弾を受けてみろ。あ、明かりだ。うん。やったぜ。イエーイ！はあ、なんてゲームだ。ポムニがあんなに射撃の腕が立つとは。はあ、この冒険。ねえ、私たちは負けたけど、少なくとも全力を尽くしたよね。大丈夫？負けて悔しかったの？それとも他に何かあった？よければ聞くよ。ポムニを失望させてしまったかも。ジャックスみたいにいい関係でいようと無理しすぎて、結局は彼らを遠ざけることになって、その結果みんなから嫌われてる。そんな風には思えないけど。ジャックスだってガングルとツーブルも話しかけてこない。今日以降はポムニもきっとそうなるわ。私のチームに入りたいって言ってくれたのに、私は断ったのよ。なぜあんなこと。一息ついた方が良さそうだね。自分にかなりプレッシャーをかけているようだ。みんなのために立ち振る舞おうとできなければ自分を責める。ポムニを失望させたと言ったね。どうしてそう思うんだい？わからない。日に日に距離が離れていってる気がするの。彼女が私の全てを見抜いて信頼しなくなってるような。私が気づかないうちに彼女は変わっていくのよ。私の存在を望まない人に。私が思うに、関係は相互で成り立つものだ。相手の気分が乗らない時に重荷を背負うことが無意味なこともある。
物事への対処の仕方は人それぞれだ。時にはその人なりの対処方法に任せることも必要だ。自分を必要としてくれる時にそこにいればいいんだから、相手に余白を与えることは決して彼らを見放すことにはならない。自分がどうしたいのかもわからない。ただみんなに幸せになってほしいだけ。それに誰にも嫌われたくない。自分が嫌いかい？私は自分が嫌いだった。物事に責任を感じて自分自身が嫌いで仕方がなかった。全てを失ったと思った。でもその時、君が現れた。それで考え方が変わったんだ。自分をないがしろにすることなく気にかけていることを示す方法は必ずある。全てにおいて自分自身に気を配ることも必要だよ。わからない。あなたの言葉は意味不明なことが多いのに、今みたいな瞬間もあってわからないわ。一体どうやって、どうして長い間そんな風にいられるの？私はただ立ち直りが早いだけだよ。息を飲むようだ。委員会が気に入るはずだよ。まだ追ってきてる？追ってきてるの？なあ後ろにいるよ。他に行く場所なんてないよ。まだ追ってきてるよ。よし、これは長いね。走り抜けないと。行くよ。ここに来てドロップ運が良くないね。チャンスが来たよ。なぜ撃たないんだ？弾切れか？そっちこそ弾切れ？ファムに弾まだある。シリンダーに一発、スナイパーライフルの弾が一発。銃はないけど。畜生。部屋に隠れるつもりか？臆病者。デイジーデイジー答えておくれよ。マジでそれを歌い始めるなんて。狂いそうだよ君への愛で。おしゃれな結婚じゃないし馬車も買えないけど、可愛い君と二人乗りの自転車に乗って行こう。あ、待てよ、ツーブルの部屋の鍵ならあるぞ。私が仕留めてくる。待って。信じてパートナー、任せてよ。マジでしつこいね。あら、参ったわ。ここまでみたいね。それじゃあばよ。
え、いいチームワークだったね。実際のところ大した相手じゃなかったね。そうね。そしてここでどっちかが裏切る展開になるのよ。ああ、そうか。君が裏切ればいい。私はお互いにそうすると思ってたんだけど。いやいや、そのままやれよ。私は本当はやりたくないの。だっさ、頼むよ。イケてると思ってたのに。勝ったんだしね。チームとして。僕らチームじゃないだどういう意味？チームでしょ？ろ。もうそうだろ。無法な悪役として一緒に絆を深めたじゃない。盛り上げてただけだ。それが面白いと思ったからね。さあ、僕を撃つの？私間違ってた？ああ、ラガタと話してるみたいだ。やっぱりチームじゃないね。いや、私たちはうまくやれた。楽しく話もしていたし、でもあんたが急に。覚悟が足りないね。やるよ。もし今撃ったら、その後も友達でいられる？そもそも友達じゃなかったの？あんたが話してくれたことは？そうだな。確かにたくさんお話ししたよ。明日そのことを考えるのは気がいや、違う進まないけど。そういうことじゃない。あんたは私の目を見て、私たちが一緒にやってきたことが自分に全く意味がないなんて言えないはずよ。僕に気があるの？ああ、みんなカップルになりたいもんね。ああ、もう真剣に聞いてくれない？真剣になることはないの？ね、君はアニメのピエロだよ。どうやって真剣に聞けって言うんだよ。私は手を差し伸べてきたのはあんたよ。私からじゃない。それをなかったことにするの。記憶違いだね。そうやってカフモのお葬式に出なかったの？僕は葬式には出ないんだ。そうでしょうね。恐れてるんだから。あんたは人間の感情を出すことを恐れているのよ。退屈で泣くことが怖いね。そもそもあんたは人がバグる原因について考えたことはあるの？もういい。他のみんながやったことについても僕を責めるつもりなのか？君は彼を知らない。バグる前の人間がどんな感じかも知らないくせに楽しい気分でなんかいられない。まったくね。君はごめん。まったくだよ。ああ、いろいろ恥ずかしいとこ見せちゃったね。で、君は撃つの？もし私が明日バグったらどうする？変わらないよ。それに君のことは忘れるだろうね。そうね。わかった。ほんと、君は冗談が通じないね。全然面白くない。ああ、今のは考え外でしょ。おい、何すんだよ。やり返しなさいよ。どうかしてるぞ。やり返してみなさいよ。やめろよ。一体何なんだよ。なぜやり返さないの？ああ、これからだ、これからさ。やり返さなかったから僕が密かに君を気にかけているって？僕のことを殻から出してもらわなきゃならないひな鳥だと勘違いしているようだが、そうじゃない。君のこともサーカスの他の奴らもちっとも気にかけてない。話はここまでだ。君は僕の遊び道具で苦しめてこそ喜びを味わえる。楽しむために苦しみを生み出しているんだ。君を誘導するのはただその方がもっと君を傷つけることができるからだ。さただそれだけだよ。だからこっちを見るなよ。
いや、私先に話して式の後に話そう。ええ、いいわね。レディース&ジェントルメン、人気キャラクター大賞のお時間です。まずはじめにお伝えいたします。委員会の皆様、候補者審査と受賞者投票ありがとう。全員最高。お静かに。はいはい。バカみたい。さて、そして口が悪い大将はこの方、ズーブルー。さあ皆さん、大変お待たせいたしました。人気キャラクター大賞の発表です。バブル、ドラムロールを。さて、人気キャラクター大賞はこの方。なんと私です。皆さん。ああ、読み間違えました。ミンです。あなたが受賞する想定が間違いでしたね。二人ともバカみたいですよ。よーし。さて、私の得票数はどのくらいかな。もう冒険は終わった？いや、まだ始まってもないよ。じゃあ開けないで、あんたたちも隠れなよ。違うのよ。今日は全然ケインを見かけないの。それにガングルが探してたし。やー、ツーブル。あれ、何これ。やあ、いつもドタバタ愉快な諸君。今日私はミルクとタバコのオリジナルキャセロールに必要な材料を買いに出かけることにしたんだ。私が戻るまでは思い思いに過ごしてくれ。ああ、戻ってこなければよかったのに。ああ、ところで今日の冒険は？あ、今日の冒険はなしだ。みんな好きなことをやっていいぞ。オッケー、それはよかった。それか何をやったらいいか私に聞いてくれてもいいぞ。やめとく。何をしたらいいか。ダメ、ガングル。最高の質問だガングル。答えはチャイニーズルームに聞いてみよう。結局準備してんじゃん。で、なんで中国なのよ。何か意味があんの？この扉の向こう側は謎だが、きっと流暢な中国語話者がいてアドバイスをくれるんだ。理由を聞いたんだけど、これ自体も何？静かに。おかしなことを言ってるのは君だけだ。なんて言ってるの？わからん。中国語はわからないんだ。笑えるわ。とりあえずデジタルレイクに行くのはどうだ？あの場所に行けばずーっと過ごせるぞ。絶対に行くべき場所だ。超やばーいビーチパーティーでも開くといいよ。いいね。あら、楽しそうね。それにまだ君たちが交流したことのない NPC たちもいるぞ。どうせ知性のない NPC でしょ。確かに知性はないだろうね。さあ楽しんでくるんだ。
敵な一日で最高。さてと、誰が最初にケインの魔法の着替えブースを使う？私から試してみようかな。わあ、平凡な格好。日焼けしたいなら声をかけてね。日焼けはいらないかな。今さらそう思ってももうあんたを嫌いになったよ。ああ、相手しない方がいいよ。あんな感じだし。ガングル待って。任せて。いやあ、私の沈んだ宝箱を探しているのならもっと他のことをした方がいいよ。ただここで弟と話していただけだ。そうだ、絶対に沈んだ宝箱は取らないでくれよ。絶対にだぞ。私が宝箱を探してると思う？お金がいるようなことはないと思うけど。俺は嘘をつくぞ。おい、不器用なやつだな。お宝ってあれ？おい、そんな全部なくなってる。これまでずっと貯めてきたのに。ああ、そんな、どうしよう。終わりだ。もうダメだ。もうダメだ。全財産が最悪だ。見つかった？いや、見つける前に誰かに取られたみたい。え？あ、目だった。何のつもりだよ。ああ、そうね。あんたは蒸気ローラーで私を引いたり、ピラニアのいるプールにガングルを突き落としたり、私に火をつけたり、パイプ爆弾を投げてきたり、活火山に私を投げ入れたり、他にもやったよね。自分のパーツを選ぶ能力とか惨めに思ったことはないのかよ。あんたこそみんなに迷惑をかけてると思ったことはないの？私はパーツを変えられる能力も悪くないと思い始めたよ。ずっと一つにこだわる必要もないしね。あっそう。それでも悩むことがあれば、信頼できる仲間に相談するね。僕には悩みがなくてよかったよ。どこへ行くんだよ。君らの耳障りな声が聞こえないとこ。やあ、こんにちは。エビの NPC だよ。お礼はいいよ。
昼寝の邪魔すんなよ。話せる？そいつ何？あ、実は彼 NPC じゃないの。私たちと同じ人間よ。その通り。こともあろうに無地のマネキンになってしまってケインに完全に見落とされてるんだ。でもそのおかげで私はここから出る方法を見つけ出せた。ここから出る方法？サーカスの世界から出て現実世界に戻る方法。だがあまり口にしないように。ケインの耳に入ったらきっとまた機械が遠のくことになる。それでここに来たの。チャイニーズルームの鍵を持ってるかもと思って。チャイニーズルーム？そうだ。ケインに盗み聞きされずに話せる場が必要なんだ。ケインはどんな状況でも演出設定を必ず守るだろ。チャイニーズルームの中を知らないという演出も絶対に守るはずだ。確認してみるよ。これで全部だ。どれがどこのかは知らないけど。待って、一緒に来ないの？やっとここから出られるチャンスが巡ってきたと思うんだけど。もちろん行くよ。ケインはどこ？ここにいたら怪しまれるかもしれない。おそらくオフィスで冒険の計画を立てている。どうやってこいつを信じろってんだよ。人間だっていう証拠は何かあるの？私は君たちの誰よりも長くここにいる。この場所を作るのを手伝ったんだ。ここから先は部屋の中で話そう。でも今はただ信じてくれ。後悔はさせない。間違ったのかな。鍵穴に合う鍵が一つもないよ。しっかり確認したのかよ。どうも。とにかく開いたね。ケインに見られる前に中に入ろう。キンガーを連れてくる。彼のことは後にしよう。ある出来事があってからまた彼と対面する心の準備ができてなくて。我々は誇れないようなことをしでかしたんだ。よし、説明してよ。私はデジタルサーカスのオリジナルプログラマーの一人だ。 C&A に雇われた専門家チームの一員でこの場所を作り上げた。キンガーは同僚の一人だった。昔彼がまだ。本当にキンガーの同僚だったと思う？すまない。ここまでは分かったよ。それで制作が進むにつれて C&A の上層部が不信感を抱き始めたんだ。彼らは無理やり同僚たちをコンピューターに接続させ始めた。生きたまま彼らの脳を分析する特殊な休眠ポッドでね。なんと恐ろしい。突っ込みたいんだけど、僕らは C&A の従業員じゃない。なんで僕らはヘッドセットだけでその機械に接続されたんだ？それは私も不思議に思う。だが C&A は開発を拡大する計画を立てていたことは覚えている。覚えている限りではとてつもない数の質問をされて気づけばここにいた。あのオフィスに入った者はみんな同じ目にあったんだろう。ケインは AI だ。それは知ってる。具体的には君たちの精神を活性化するための AI だ。彼も君たちと同じく囚われているが、我々とここから出ることはできない存在だ。肝心なことを教えてほしいんだけど、休眠ポッドに接続されてるとしてここから出る方法は？そうだね。もちろんだ。調べてみたところ、休眠ポッドと仮想世界はどちらも同じプログラムで動作していることが分かった。だから理論上ケインのオフィスの奥に隠されたマスターコンソールにアクセスして停止できれば接続されたみんなを目覚めさせることができる。もちろんケインを除いてね。ケインのオフィスまでどう行くの？ケインから鍵を盗み取る必要がある。あと管理者権限も必要だ。鍵を取ってくるのは君が適任だね。分かったよ。これ全部やったらどうなるんだ？ケインがポンと現れてサーカスを抜けるの冒険クリアおめでとうとか言って全部振り出しに戻ったりしてな。私は君たちを見てきた。ずっと。どんな試練も喜びの瞬間もバグったところも。早くみんなの前に現れたかったが、ここから出る方法を調べきる前に話しかけて
抜け出す唯一のチャンスを無駄にしたくなかった。私はケインが作ったものじゃない。君たちと同じく苦しんできたんだ。おかしな話なのは分かっているが、私についてきてくれれば自由を手にできる。あと私の顔も書いておこう。他の無地の NPC と見分けがつくようにね。なんて呼べばいい？名前はあるの？もちろん。私の名はアベル。それって自分で決めた名前？それとも。いけてると思ったんだけど、とにかくまずはあの鍵を取ってくるんだ。鍵を手に入れるにはケインを隔離する必要がある。彼と二人きりになるんだ。君と打ち解けられるような場所でね。おいケイン、いる？やあジャックス、そんな風に君から呼ばれるとは思わなかったよ。いい心がけだ。一緒にディナーなんてどう？人間が私と一緒に過ごしたいって？そんな提案を断る理由なんてないよ。じゃあどこがいいか。で、ジャックス、話したいことがあるのかな、相棒。待ってジャックス、冒険について聞きたかったんだ。もっと魅力的にするにはどうすればいい？特にズーブルとポムニに。そうだね、まずは注文を考えないと。会話はデジタル食品を取ってからでもできるしね。そしたら彼に趣味について質問するんだ。自分を気にかけてくれたことにあまりに興奮してフリーズする。そうなれば彼の口の中から鍵をつかみ出せる。どこからだって？次のスモークサーモンはどうかな？次のスモークサーモンなんてほとんど聞いたことがないけどね。密かな趣味なんてあるの？密かな趣味？そうさ、例えば自分がやることで夢中で人に説明できることとか。どうして私に、まさか人間が私のことを質問してくれるなんて、なんて素敵なひとときなんだ。何してるんだジャックス？君に食べられることが僕の夢だって言ってなかったっけ？ずいぶん変わった望みだね。本当に信じるの？彼の話を全部。私はキンガーがこの話を聞いてどう思うか知りたい。そうね、私も同じこと考えてた。キンガーのことどれだけ知ってる？他のみんなと同じくらいだと思うわ。でも私がここで辛かった時に何度か助けてくれたの。変に思われるかもだけど、みんなの中で一番信頼してるのよ。いや、全然変じゃない。私もそんなことがあった。それに彼からまだ聞けてないこの場所の情報があると思う。他の誰よりも長くここにいるからね。ただわからない。アベルが彼に全然興味がないっておかしいよね。言ったように私たちには複雑な事情がある。私だってまた彼のそばで働きたいんだ。確かに彼にはこの場所に関する知識がある。ただ私は約束したんだ。地下室の人たちはどうなるの？カフモやリビットは？わからない。でも最善の結果を祈ろう。よし、着いたぞ。管理者区域だ。だが私が言ったように、このマクロバースの場所は興味をそそられる。この写真は全てその場所のものだ。これに夢中で、この場所についての詳しい情報があれば正確に再現できるんだが、残念なことにアクセスを切られたんだ。残念だね。で、全部聞いた感想は？これを聞いた君の感想だよ。私が素敵な趣味を持った素敵な男で、素晴らしい人間と何ら変わりないと思ったかな？そうだね。素晴らしい。お互いに理解を深められてとても嬉しいよ。
私は君たちが幸せになるよう全力を尽くして、君たちからは感謝してもらって、ただ君たちによっ求めるものは何でも与える形でお祝いしたいんだ。どう思う？いいじゃん。いろいろ素敵なディナーだったけどサーカスに戻らないと。あいつらと一緒にどこかの大切な舞台監督さんにサプライズなんかを用意して感謝の気持ちを示したいな。それ以上言わないで。どれだけかかんのよジャックス。もう数時間経ってる気がするんだけど。今の状況をキンガに話した方がいいかな。仲間外れにしてるみたいで気分が良くないよ。アベルの指示に従わないと。でも少しくらいなら話しておいても問題ないかな。頭に入れておいてもらうくらいはね。びっくりした。いやガングルにズーブル驚いたよ。ずっと知りたかった情報が手に入ったかもしれなくて。サーカスから出る方法が見つかったよ。今いろいろ準備してるけど、ケイに止められないように静かに進めないといけなくて。まあそういうこと。サーカスを出るってどうやって？いやそうじゃないな。アベルに会ったのよ。彼はオリジナルプログラマーの一人で、このゲームを終了して私たちを解放できるって。誰のこと？話の続きはまた後で。伝えるだけ伝えたからね。もうお前らのために何かするのはごめんだ。ケインはどこ？ご心配なくお嬢様。しばらくは僕らを監視できないようにしといたよ。もう気にする必要はないね。お礼はいいよ。つまりその仕事のためにこんなに待たせたってことね。それに私に急ぐ必要ある？外で待ってるやつなんかいるのかよ。あんたこそ。そりゃところで管理者パスはいくつ必要かな6個。ええ、6個よ。本当に？メインコンソールへのアクセスをキンガーに渡すのは危険かも。精神状態を考えるとね。そこって暗いの？そうだね、薄暗い感じ。でもじゃあ大丈夫。全員に持たせたいの。分かった。そう言うなら。暗さ、そういうことね。何が起こっても私はキンガーを信じてるよ。彼はたくさんの知恵を持ってるものね。ええ、そうね。責任を持ってその知恵を使えればね。なんでもないよ。他の人のも見つけよう。ねえ、隠し事はしないでよ。何か知ってるなら。あなたとキンガーに何があったの？もうじきわかるさ。それでケインの注意はそらせた？問題なしさ。こいつにとっては問題なしだけど、それを確認する術はないからね。ちょっとくらいは信用してくれよ。どうやって？もしあんたのせいで全部台無しになったらただじゃおかないよ。そうかい。明らかな裏切り悪役さんに全部従おうじゃないか。ちょっと落ち着いて。まだ君は。落ち着いて。みんなで協力しようよ。ポムニが全員の管理者パスを持ってる。ここで一致団結しないと。どうしてこんな見た目なのかな。待って、ホームに。何か言った？ジャックスがケインの気をそらしていると信じよう。この状況がいつまで持つかわからないが、やるなら今だ。ケインのオフィスへ行こう。ケインはいつもなぜだかキューブコリジョンに苦労していた。よし、話した通りの手順で行くよ。まずは君。
僕なんで？ジャックス、すべてうまくいくわ。わかったよ。丸めてくれ。おお、バスケットボールみたいだ。先にキンガーが言って。いや、そうだね、そうしよう。ねえポムニ、私が先に行く必要はないと思うよ。私には規制のない4サルに侵入できる権利があるからね。私を信じて。暗いとこがいいでしょ。確かにそうだね。で、あなたはどうやって上？私はいいんだ。でもみんなが正しい選択をすると信じているよ。みんながここを出られたら一杯おごるよ。正しい選択を。ね。下で何かあったんじゃないかって心配してたよ。次は僕の出番のようだね。アベルはメインコンソールへの扉は本棚の向こう側だって言ってたね。ねえ、大丈夫？大丈夫。いよいよね。これでサーカスから出られる。ここから出ても私たちは友達のままだよね。当たり前だよ。ちょっと変な感じになるね。この姿でしか知らないから現実でも変わらないよね。ずっと現実だよ。私たちが感じたすべて、したことすべて、私たち自身もみんなね。私たちから消えることはないし、他の形じゃできない経験だよ。ありがとう。大事な時にいつもそばにいてくれて。キンガー、あなたが選んでもいいよ。何を選ぶの？ここまで来て彼に丸投げするの？ちょっと待ってよ。みんな抜けたいに決まってるだろ。なんで彼に任せるのよ。いや、私たちがまだ知らないことがあるかもって、もう少し考えた方がいいと思う。ああ、そうか。ボタンを押すのは大好きだ。どっちかを押せばいいのね。
いやわからない。何か見逃してるってこと？みんなここを出たいはずだろ。ボムに？いやそうだけど、ただもしこれが罠か何かだったら。なんでケイのオフィスに罠があるのよ。押して何が起こってもここにいたことはケイにバレる。押すべきだよ。待ってよ。少し落ち着いていろいろみんなが知ってることを再確認してから多数決を取って決めるとかどうかな。ちょっと何やってんのよ。僕はおめでとう。可愛くてひねくれ者の翔くん、君たちはグッドエンディングを選んだ。私と残った方がいいと気づいてくれたんだね。あんな厄介で古臭いマクロバースなんかに行かずに本当に正しい選択をしてくれたよ。もしかしてこれ全部冒険だ。そう、そして私が長い時間をかけて作り上げたカレー。いい働きだったよ、アーベル君。全然大したことないですよ。ところで今回の働きで昇給の方はおお、君は頭が切れすぎるね。削除しよう。全部嘘だったのね。C&A のことやポット手口のことも。私の優れた世界観構築スキルの賜物だね。正しい選択。僕が正しいとか信じられない。もしもう一つのボタンを選んでたらどうなってたの？ああ、そっちを選ばないと思ってたからほとんど考えてなかった。で、バブルに任せた。エビの町に転送される設定にしたよ。お、エビの町に転送されるそうだ。この嘘つき野郎がふざけやがって。お前のせいでマジで頭にくる。お前はただ嘘をついてるだけだろ。私は僕らの心をもてあそんでるんだろ。バカソースもビーガンの件も他にもいろいろ。私たちの名前も。ちょっと待ってくれよ。待て。私には冒険を面白くする一時的な変更を加える力はあるけど、それだけだ。もし私がそれ以上手を加えたらそりゃグッドエンディングにはならない。初めてバグったスクラッチのことも。おい、そんな話はしてないだろ。頼むよみんな。私は楽しませるためにここにいるんだ。私は質問タイム終了。商品は素敵なソープとローションのギフトバスケットだ。素敵な香りで素敵な夜を、いい香りの夜を。それじゃ